はい、こんにちは。ITINS ラボです。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画のシリーズは何回目だっけかな。とりあえずタイマーの機能を、解説するシリーズの中の3回目だと思います。前回はですね、このタイマーを作ろうぜっていうことで、実際すでにあるタイマーの、プログラムをパクってきたぞっていうところまででしたね。で、それがなかなか普通に編集できなかったんで、JavaScript からこのコードを引っ張ってきて、そのコードを、貼っつけたら、こっちでいけたっていうことなんですよね。で、ごめんなさい。最後、ちょっと前回ですね、説明がすごい雑だったんで、そこの話だけピャッとさせてください。この .hex っていうファイルがダウンロードされるんですね。これ16進数ファイルって言って、すっごいなんていうんですかね、原始的というか、そんな感じのファイルなんですよ。前回引っ張ってきたデータがどうも、マイクロビットのメイクコードエディターのバージョンが古いやつで作ったファイルだったみたいなんですね。なので、ヘックスファイルを読むと、それは崩れるかもしれないけど、コードだけ読めば、互換性あるに決まっているかなって思ったので、コードを貼り付けたっていうその思考回路だったんですが、それ自体が正しいかもわかんないですし、とりあえず、僕はそういうつもりでやりましたっていう解説だけですね。はい。じゃあ、ごめんなさい。5択がちょっと最初並んじゃったんですが、このタイマーの機能どういう風になってるか中身見ていきましょう。ですね、最初からここ行きますね。最初に、変数、なるほど。ここで何分間のタイマーにするかっていうのをセットできるみたいですね。1000、これですね。マイクロビットの中ではミリ秒っていう単位で扱われるので、1000ミリ秒が1秒なんですね。なので、ここ1000っていうのが1秒ってことですね。で、1秒かけ60。これで1分でしょうね。ここで1分。で、これが3なので3分ですね。そういうような、計算になってるかと思います。で、ミリ秒のミリっていうのは1000分の1っていう意味なので、ちょうど1000で1秒ですね。はい。で、まずはタイマーを3分にセットしてから関数を呼び出すと。で、この関数のタイマー開始2という関数がここにござると。その中身は開始時間を、これなんだ、稼働時間ミリ秒にすると。なるほど。開始時間を稼働時間ミリ秒にする。稼働時間ミリ秒。この稼働時間ミリ秒ってやつはあれですね。この入力のところにあります。入力の、こっちか。その他の方かな。はいはい、ありました。これはですね、おそらくマイクロビットの電源を入れてから、何ミリ秒経過してるかっていうやつをこう自動に記録してるやつですね。で、なので、タイマーを開始した時間を、ごめんなさい、ですね。なので、電源入れてからタイマー開始のボタンを押すじゃないですか。押すというか最初か。電源が入ったら、最初にその電源が入った瞬間の稼働時間。多分1秒は経ってないですけど、こう、電気信号が走る間に何ミリ秒か経つんですね。で、その開始時間をまずセットして、ニャンキャット、メロディーを、タイマー開始したんでメロディーを鳴らすと。そうですね。タイマーの開始っていうのは、この機能をタイマー開始って呼んでるところですね。その時の稼働時刻を、開始時間っていう変数に突っ込んで音楽を鳴らし始めると。で、その後ずっと、これか、なるほど、これですね。棒グラフを鳴らしてるみたいですね。ちょっと見てみましょうか。はい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 。このように多分時間が経過するごとにですね、ここのこう、マスが増えていくっていうのをやってるみたいですね。で、そこの中身が、よいしょ。はい。そこの中身がどうなってるかっていうと、この開始時間から今の時刻を引いてるので、開始何ミリ秒経ちましたかっていうのを、棒グラフとして表示していくと。で、棒グラフはですね、これ使い方ちょっと後ほど細かく説明しますが、最大値を決めて、それに何パーセントっていうことでこう埋めていくみたいですね。最大値の何パーセント経過しましたよっていう感じでこう棒グラフ埋めていく感じです。で、そして、もし稼働、今の時刻が開始時刻より、なんだ。3分を経過したら、ごめんなさい、これなんだろう。移動時刻、稼働時刻。これが今の時間なので、今の時間から、開始時刻、一番最初にの開始時刻を引いたものが、これは一番最初のセットしたやつですね。セットした3分。3分より大きい場合。
3分より大きかったらまた関数を呼び出す。なるほど。ということは3分経ったら止まらずに、また最初からやるっていうことなんですね、これ。あ、なるほど、なるほど。つまり、音声は単純に稼働中を示すもんであって、ここの棒グラフでタイマーにしてるっていう話みたいですね。らしいです。この稼働中はずっとメロディーになり続けると。で、一回一回のタイマーは、ここが満タンになるかどうかで3分を測るっていうことみたいですね。はい。はいはい。じゃあ、これを使ってですね、このプログラムを元にして、3分後にピーピーというようなタイマーを作っていきたいと思います。